こんにちは。私の名前はマイカです。私はとても日本っぽい仕事をしています。それはミコです。ミコさんと呼ばれることが多いです。ミコという職業を聞いたことはありますか？神社で神様に仕える女性のことをミコと言います。神社での儀式や神事の補助を行う仕事です。日本の伝統的な文化や精神を守るための仕事として、とても誇らしく思っています。今日は私の一日を通じて、ミコの仕事を紹介します。ぜひ最後まで聞いてくださいね。おはようございます。スマホのアラームで目覚めます。少し寝違えたようで、首が痛いです。部屋のカーテンを開けて、朝日を浴びます。窓も開けて、空気の入れ替えをします。毎日、一日の始まりに新鮮な空気を吸うことで、気持ちがピリッと引き締まります。眠気を覚ますために、顔を洗って歯を磨きます。髪を溶かして、後ろで一つに結んでおきます。化粧は薄めに仕上げます。ミコは素朴な存在でありたいので、濃い化粧はしません。ファンデーションを塗って顔色を良くします。眉毛とまつげを整えて、薄いピンクのリップを塗って完成です。キッチンで朝食の準備をします。ミコの仕事は朝から忙しいので、朝ごはんはしっかり食べます。パンだとすぐにお腹が減ってしまうので、朝はお米を食べることが多いです。お米を食べると力が出ます。今朝の朝食は、西京焼きと目玉焼き、サラダです。もちろんご飯とお味噌汁もあります。西京焼きとは、味噌に漬け込んだ魚を焼いたものです。深い旨味とコクがあって、少し甘くて美味しいです。スーパーに焼くだけで作れる西京焼きの魚が売っているので、作るのは簡単です。西京焼きを魚焼きグリルに入れて、焼けるのを待ちます。その間に、味噌汁を温めて、目玉焼きを作ります。熱々のコーヒーも入れて、朝食の準備完了です。朝のニュース番組を見ながら、朝食をいただきます。朝食のお皿を洗ってから、出勤に向けて身支度をします。パジャマを脱いで、服に着替えます。勤めている神社に着いてから巫女の伝統的な衣装に着替えるので、出勤の服は適当です。いつもワンピースなど、簡単に着替えられる服を着ることが多いです。今日は黒いワンピースを着ていきます。スマホとお財布をバッグに入れて、出発です。では、行ってきます。私が勤めている神社へは、自転車で20分ほどです。雨の日はバスを使うこともあります。大きな神社だと、寮や宿舎が用意されていることもあるのですが、多くの巫女は自宅から通勤します。
神様に仕える存在として神社に住んでいると思っている人が多いかもしれませんね。神社に向かいながら私がなぜ巫女になったかをお話ししたいと思います。私は子供の頃から自然いっぱいの田舎に住んでいました。自然の中でたくさん遊びました。嫌なことや辛いことがあっても、土の匂いを嗅いだり、風に揺れる木々の音を聞くと心が癒されました。そんな経験からアニミズムに興味を持ち、神道についても勉強するようになった経緯があります。また、住んでいた地域に小さな神社があり、そこは子供たちの遊び場でした。子供の頃に私を癒してくれた自然や神社にお返しをしたいという気持ちがあります。子供の私のように神社が人々の心安らげる場所になってほしいと思いながら働いています。私自身も神社での礼儀作法を学ぶことで精神的な成長を望んでいます。巫女を経験することで礼儀や集中力、自己管理能力を高めることができると感じています。いつまで巫女として働くかまだわかりませんが、今はこの仕事を全力で楽しんでいます。私が働く神社に到着しました。更衣室で袴に着替えます。巫女の服装は白絹と呼ばれる上着と火袴という赤い袴を着ます。この鮮やかな赤は神聖な色とされ、古代から神に仕える女性たちのシンボルでもあります。この服装は見た目よりもとても動きやすいです。腕や足が自由に動くので、作業がしやすいです。また、腰に巻く帯も重要です。私の神社では、帯はお腹のあたりでリボン型にして結びます。足元は足袋と草履です。足袋は少し窮屈ですが、これも日本の伝統的な服装です。着替え終わったら、他の巫女さんたちと合流して、朝の掃除を始めます。神社の境内をほうきで掃いて掃除をします。掃除をすることで、心もきれいになっていく気がします。ほこりやゴミが見えなくても、物や場所に感謝しながら丁寧に掃除をします。私の神社では、掃除をするときに、巫女同士でおしゃべりをしないように決められています。これは、掃除をしながら自分とも向き合って身を清めるためかな、と考えています。神社の中に入り、神様にご挨拶をします。お米やお水をお供えして、神様にお参りをします。大祓への言葉という祝詞を読み上げます。常に清らかな気持ちで日々の生活に勤しむことを言葉にして伝えます。日本には言葉には霊力が宿り、口に出すことによってその力が発揮される言霊と言われる信仰があります。神社にお参りする際も言霊に乗せて願いを言葉に出してお参りするのも良いですよ。参拝者を迎えるための準備をします。お札やお守りなどの補充をします。
気持ちよく参拝者をお迎えできるように、窓を拭いたり、お札やお守りをきれいに並べます。結婚式やお祭りがある日は、その準備もあるので大忙しですが、今日は平日なので穏やかです。参拝者の方々が徐々に訪れます。お守りをお渡ししたり、神社の案内をします。参拝者が気持ちよくお参りできるよう、丁寧に対応することを心がけています。参拝の方々とお話しするのが私は大好きです。巫女は参拝者との触れ合いを大切にしています。私が子供の頃に神社や自然から癒してもらっていたように、私も参拝者の方々を癒せる存在でありたいです。参拝者からは神社の由緒を聞かれたり、地域のおすすめの場所などをご案内することもあります。観光で来られた方や常連の方々と雑談することもあります。すべてが大切な出会いです。また、社務所内での事務作業も行います。電話の応対やパソコンを使った作業もします。他の巫女さんたちと連携を取りながら、人手が足りていない作業を担います。朝から体を動かして作業をしていると、お腹がペコペコです。待ちに待った昼食の時間です。昼食は他の巫女さんと交代でとります。今日は先輩のゆかさんと一緒に昼食をとります。近所の定食屋さんに行くことにします。お弁当を持ってくる人もいますが、私はいつも外で食べています。私は一人暮らしをしているので、朝食と夕食は自分で作らなければいけません。昼食ぐらいは楽をしたいです。定食には、ご飯と味噌汁、豆腐などの小さなおかずや漬物もついてくるので、バランスよく食べられます。定食屋さんについて注文をします。私はカツとじ定食を注文しました。カツとじとは豚肉を揚げたとんかつに卵をかけて煮込んだ料理です。卵の甘みにほんのり醤油味が効いていて、とても美味しいです。ほっこりする味です。私は食べ物の好き嫌いがなく、食べることが大好きです。でも仕事中のご飯には注意が必要です。参拝者の方々とお話をすることも多いので、匂いの強いニンニクなどは控えるようにしています。ゆかさんはお肉を食べないので、大豆ミートの生姜焼きを頼んでいました。日本ではベジタリアンやビーガンメニューがある店が限られていますが、最近は少しずつ増えてきています。お腹がいっぱいになったところで、午後のお仕事再開です。午後からも基本的には参拝者対応をします。空き時間に週末の結婚式の準備もします。神社での結婚式に使うライスシャワーなどもすべて手作りです。一つ一つ心を込めて幸せを願いながら作ります。単なる作業ではなく、感謝しながら行うよう心がけています。
少し時間が空いたら舞の練習をすることもあります。巫女は結婚式で踊りをします。美しい舞で神様に喜んでもらい、人のもとへ降りてきてもらいます。神様の祝福を受けるための大切な儀式です。私はまだ結婚式で舞を披露したことはないのですが、先輩たちのように美しく踊れるように練習をしています。日が暮れてくると、参拝者も減ってくるので、事務作業に移ります。その日の祈祷料や初穂料の計算をして、帳簿に記録します。神社では、値段、売上という言葉は使いません。神社では、初穂料と言います。例えば、お守りはお金を支払って買いますが、初穂料を渡して神様への感謝の気持ちを渡すことで、お守りを授かります。また、一日の終わりには日誌を作成します。その日に行った仕事を記録し、翌日に引き継ぎます。参拝者対応が終わり、社務所を閉めます。一日の業務もほとんど終わりです。神様へのお供えを下げ、一日の感謝を捧げてお参りをします。今日出会った人たちや、見たこと聞いたことに感謝します。巫女の一日は、お参りで始まり、お参りで終わります。もちろん、生きていれば、辛いことや悲しいことがありますが、巫女として心安らかにいたいと願っています。着替えをして業務終了です。残業はなく、ほぼ毎日定時で上がります。巫女の仕事は朝は早いですが、早く仕事を終えられるので、精神衛生上も良いことですね。自転車に乗って自宅に向かう前にスーパーに寄って買い物をして帰ります。自転車に乗りながら晩ご飯のメニューを考えます。今日は豆腐が食べたい気分です。豆腐は日本の食卓ではメインディッシュになることは少ないですが、豆腐料理もあります。おすすめは湯豆腐です。湯豆腐とは昆布の出汁のお湯で豆腐を温めた料理です。大根おろしや生姜と一緒に醤油やポン酢につけて食べる一般的な家庭料理です。春菊という少し苦みのある野菜を一緒に入れて食べるのが私の好みです。ヘルシーですし、柔らかくて温かい豆腐は心も体も温めてくれます。スーパーに到着しました。お目当ての豆腐と春菊を買い物かごに入れます。スーパーで売っている豆腐には主に2種類あります。木綿豆腐と絹ごし豆腐です。木綿豆腐は水分が少ないので、焼いたり煮たりするのに向いています。味が染み込みやすく、炒め料理にも良いです。絹ごし豆腐は、絹の名の通り、シルクのように柔らかく、プリンのように滑らかです。湯豆腐にはこちらがおすすめです。ポン酢が家にないので購入します。ポン酢は柚子など柑橘類の果汁が入った醤油です。肉や魚、サラダにも
何にでもポン酢はよく合うので、ぜひ試してみてください。あとは、牛乳とアボカド、レタスと鮭も買っておきます。明日の朝ごはんにしたいと思います。家に帰ってすぐにお風呂の準備をします。一日中立ち仕事なので、足がパンパンです。お風呂のお湯をためている間に、炊飯器をセットします。その間に、簡単に部屋の掃除をします。仕事で疲れた後の家事は面倒ですが、晩ご飯を食べた後には動けなくなるので、今のうちに済ませてしまいます。掃除機で床のゴミや落ちた髪の毛を掃除します。テーブルや棚を拭いて終了です。一人暮らしなので、物も多くなく、あまり汚れることはありませんが、きれいなお家は気持ちが良いですね。お風呂の準備ができたので、入浴剤を選んでお風呂タイムです。お風呂は一日の中で一番好きな時間です。入浴剤はいろんな種類を揃えています。ヒノキや柚子などの癒し系の香りや、ストロベリーやアイスクリームの香りも持っています。いつもその日の気分で選べるようにしています。今日はローズの香りの入浴剤に決めました。お風呂から上がって夕食の準備を始めます。今晩の夕食は湯豆腐です。お鍋に水を張って昆布を入れて、出汁を取ります。煮立ったら、豆腐と春菊を入れて完成です。湯豆腐は簡単に作れるので平日の晩ご飯にぴったりです。テレビを見ながら食べます。熱々の豆腐をポン酢につけて食べます。お腹が減っていたので、あっという間に食べ終わります。夜の時間は、韓国語の語学レッスンをオンラインで受けます。英語と韓国語を勉強しています。最近は神社に外国人の観光客も増えているので、少しでも会話ができるように練習をしています。韓国語は発音が可愛いので楽しく勉強できています。でも、自分で発音するのはとても難しいです。明日も朝が早いので、いつも夜10時にはベッドに入ります。体も疲れているので、早く眠れます。今日もぐっすり眠れそうです。笑顔で参拝者対応ができるように、睡眠時間はたっぷりとります。それでは、皆さんおやすみなさい。みこの一日はいかがでしたか？感想など教えてください。